今回は呼吸から始めます。仰向けに寝て、肩や腕、お尻の力を抜きましょう。片手を下腹部に乗せ、手を乗せた部分から胃のあたりまでが大きく膨らむように息を吸い込み、息を吐くときはその手が深く下がっていくように下腹部を少し絞りながら吐いていきます。胸が動かないように気をつけて、お腹だけが膨らんだりしぼんだりするのを感じながら呼吸を繰り返します。一息の長さは自分が心地よく感じる長さで構いません。深呼吸ではないので力が入らないように気をつけながら、普段のご自分の呼吸よりももう少しお腹を膨らませるように息を吸い、もう一つお腹を絞るように息を吐きます。吸う息は鼻から、吐く息は鼻からでも口からでも構いません。呼吸は常に吐く息を大事にします。十分吐けば吸う息は自然と深く大きくなります。では胸式呼吸に入りましょう。もう片方の手を胸の上の肩に近いあたりに軽く乗せます。お腹に乗せた方の手が動かないようにお腹は引き締めたまま、吸った息を胸に送り込みます。横隔膜と肋間筋を使いながら胸を膨らませ、たくさんの空気を肺に取り込む呼吸です。肺の一番上の先端は肩の真下付近なので、空気が肺に十分取り込めたら肩のあたりも膨らむのが感じられます。お腹が膨らんでしまう呼吸は胸式呼吸ではないので、腹筋は常に締めておきます。息を吐くときにもお腹は緩めず絞ったままになっています。体幹やインナーマッスルを鍛えるタイプのヨガやピラティスは基本的に胸式呼吸が用いられます。胸式呼吸は交感神経を優位にし、エクササイズのパフォーマンスを上げることができます。また胸だけではなく脇腹や背中の筋肉も動くため、胸周囲の筋肉を呼吸によって柔軟にしていくこともできます。腹筋を絞ったまま体を動かすため、軸がぶれず効率よく筋肉が鍛えられ、姿勢の改善にもつながっていきます。ではお腹に効く筋トレに入りましょう。ヨガホイールをももの間に挟み、腰と床の間に隙間を作らないように下腹部を引き締めます。両手は頭の下に入れましょう。両足は床と垂直になる位置まで持ち上げ伸ばします。ももの位置がぶれないように気をつけながら膝下だけを動かします。膝を曲げて膝の角度が90度になるようにし、また膝を伸ばしてつま先を持ち上げます。ではゆっくりと10回ほど繰り返しましょう。膝からつま先までのみを動かすようにし、膝の曲げ伸ばしをするときにももが一緒に動かないように内もも同士を寄せ合うようにヨガホイールを挟んでおきます。胸式呼吸の時に締めていた下腹部と同じ状態を作り、お腹は常に締めたままにします。ゆっくりと動くことでインナーマッスルが強化されますので、同じペースで動き続けられるようにしてみましょう。肩や
首、腕に力が入らないように注意します。息を吸いながら足を伸ばし、吐きながら膝を曲げます。あともう一回行いましょう。次の動きに入ります。お腹がポコッと盛り上がってしまわないように下腹部を締めたまま、膝の角度を変えずに股関節から足を動かし、つま先を軽く床に下ろします。膝が伸びてしまったり、また曲げすぎたりしないように角度を一定に保ちます。ではこちらもゆっくり10回ほど行いましょう。足を下げるときに腰が浮かないようにお腹を締めて、腰と床との間を埋めるようにしておきます。やはりゆっくり一定のペースで動き続け、胸式呼吸をしてお腹が緩まないようにしてみましょう。足が下がった時や持ち上げる瞬間に腹筋が弱い方は肩や首に力を入れて足の重さに耐えようとすることが多いですが、肩、首、手からは力を抜きます。あと4回。3回。2回。最後の1回です。次は再び両膝を伸ばします。下腹部を締め骨盤を後傾させたまま足を床へと下ろしていきます。お腹が緩んで盛り上がったり、腰の下に隙間ができたりしないように骨盤の後傾を維持したまま動いていきます。では両手を頭の下に入れ、内ももでホイールをしっかりと挟んで固定して両足を伸ばします。こちらもゆっくり10回ほど繰り返してみましょう。息を吐きながら足を下ろし、吸いながら持ち上げます。足を低く下ろすと腰が持ち上がってしまうようなら、浅い位置でも良いので腰が浮かずに足が下がる位置まで動かしてみましょう。無理をしてできないことをやり続けるよりも、確実に正確にできることを繰り返し行う方が進歩が大きく早いです。内ももとお腹を締め続けるので最初はきつく感じるかもしれませんが、ぶれない体を作るためには体の内側の筋肉や中心に近い部分のインナーマッスルを強化しなくてはいけません。やはり肩、首、手には力を入れないように、できるだけゆっくり動いてみましょう。あと2回です。最後の1回。それでは起き上がり、両足をホイールに乗せましょう。両手を肩の高さに伸ばし、手のひらは内側に向けます。骨盤を後傾させてお尻の下の方から順番に床に下ろしていき、仙骨が床に降りたらお腹を絞ったままゆっくり上半身を戻してきます。下腹部を引き込み、下の方から順に床へと下ろすようにして、起き上がるときは逆に上の方から順に持ち上げるようにします。肩や首を丸めたりしないようにしましょう。ではこちらも10回行います。骨盤の後傾が抜けて腰が伸びてしまうと、足がホイールから浮いたり、起き上がれずに反動を使ったりしてしまいます。絞った腹筋が緩まないように
やはり胸式呼吸をし、腹筋の代用として使われやすい前もも、肩、腕、首の力は抜きましょう。浅い角度から始め、腹筋がついてきたら少しずつ背中を深く床に下ろしていきます。うまくできないことが嫌になり、継続することをやめてしまったらいつまでたってもできる日は来ません。正確にできないことを毎日続けてもやはり進歩は来ないものです。たとえ浅い角度であっても正確にできることを繰り返すことにより進歩を感じる日がやってくるものです。骨盤の後傾、インナーマッスルの強化はぶれない軸を作り、姿勢を改善するためには必須です。諦めずに続けてみましょう。では右足だけをホイールに乗せ、両手はお尻の後ろに置きます。お腹を締めて背筋を伸ばし、腰が丸くならないように伸ばし続けたままで、右膝を曲げ、ももをお腹の方へと引き込みます。10回繰り返します。ももがお腹に接触する位置まで引き込むようにしますが、この時に背中と腰が丸くなりやすいので注意しましょう。伸ばした背中が動かないようにみぞおちを引き締め、足が動いても絞った下腹部は緩まないようにします。あと1回。では動きを追加します。右ももを引き込むときに左足を持ち上げます。こちらも10回行いましょう。やはり腰や背中が丸まったり動いたりしやすく、また足を動かすときにお腹が緩みやすくなりますが、みぞおちと下腹部の筋肉を体の中心へと絞り込んだまま、上半身が動かないように固定して足だけを動かします。あと3回、2回、最後の1回です。では足を入れ替えてももをお腹の方へと引き込みます。10回行いましょう。1、2、3、4、お腹締めて5、6、ももはお腹にくっつくところまで引き込みます。7、8、背中動かないように9、10、動きを追加して右足も同時に持ち上げます。こちらも10回繰り返しましょう。2、3、4、5、6、7、8、9、10、